多分対中国なんですよ。直近で中国に負けちゃったモーターショーがあったんですけども、フロアで一番広いスペースが中国メーカーのところで。どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。第1回目についてですね、もしかしたらこちら先にアップされるかもしれませんが、山田太郎先生と一緒にですね、3人の山田です。先生やめて山田さんだけ山田さんと一緒にですね、どうやら ASEAN ですね、タイを中心としたものづくりが激動していると、ものすごく変化しているということに関していろいろ情報をお持ちということでですね、僕はですね、どういうふうに情報を手に入れたかというと、実はスポンサードをいただいているのが工作機械メーカーの大手の山崎正人さんなんですね。会長の息子さんから、インドの展示会終わりましたみたいな DM が入ってきましたが、いろんなグローバルでですね、展示会やってますので、各現地の加工情報が入ってくるんですね。で、今、タイが本当に自動車の作り方が変わって、日本のティア1、ティア2が仕事ほとんど取れてないと。タイとか ASEAN 実はまずいんじゃないのということで、先日山田さんとですね、お話しさせていただいたら、そうなんだよということで、情報を今日いただきましたので、ちょっと今日は深掘りしてですね、状況をお聞きしていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で僕もですね、議員になる前は日本の技術をですね、海外に持っていくような仕事を結構していまして、東南アジア全般にもやっていましたが、特にタイはですね、アマタナコンっていう工業団地がありますが、そこのアドバイスみたいなことをやったりとかですね、あとは向こうに日本の企業が進出した場合に、技術者とかそういう人が重要になってくるので、そういった人たちは調達してくるようなところと組んでやってたりとか、いくつか実は現地でですね、仕事をしてきました。これまでの知見と、この番組に合わせてですね、昨日おとといちょうど現地のメンバーと話をして、今何が起こっているかと。情報を取ってきていただいた、いろいろと意見いただいて、僕もそのレポートを聞いてびっくりしたんですけど、プラス経産省なんかこの会にやり取りをして、日本企業のタイにおけるプレゼンスだったりとか、あるいは大きく ASEAN において、多分対中国なんですよ、はっきり言うとね、これがどうなのかとかいう、まず今日は課題の整理みたいなところがですね、できればなと思ってます。わかりました。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそのレポートというかですね、報告書が来たということから話しましょうか、それとも現状からいきましょうか。どうですね、ちょっとレポートっていうか、そのあたりからで、まずですね、投資がとにかくですね、直接投資っていうのは日本一番タイなんかで多かったんですが、直近で中国に負けちゃったっていうことなんですね。ちょっと不思議に思われる人多いかもしれませんが、結構中国ってのはタイに直接投資そんなやってなかったんですよ。それ後で資料を見せますけれども、どちらかというと中国のものを売るとか、中国がどちらかというとタイのものを買ってるとかっていうことがすごく多かった中で、直接投資がですね、始まりました。もうということは工場を作るみたいな。で、キーワードは EV 車なんですよ。タイも環境の問題があって、これから電気自動車、もちろんタイの 90% 以上はエンジン車ですから、日本勢がいまだに強いんですが、足元では今後どうなるのかっていうのはそこで、すでに直接投資の面からいくと、日本を追い抜いてしまったっていう中、もう一つですね、これは切実なのは、タイのローカルの製造業のレベルがこう上がってきていて、日本の製品との品質の差が縮まっているのに、価格差はむちゃくちゃ日本とあると。日本製品の魅力がないと。薄れてきてる。で、それから品質も日本とそんなに遜色が違いがないにもかかわらず、スペックがオーバースペックで使いにくいとか、そんなもんいらないからもうちょっと安くしてよという声がすごく多いということ。多くなってるんですね。それからもう一つはですね、コロナの影響っていうのはもろ受けていて、これ何かっていうと、コロナがあったんで日本の駐在員の人が日本に帰りましたと。結構現地化を進めて、日本人がいなくても回るということを経験しちゃったんだけど、何が問題かというと、現地に任せてないっていうことなんですよ、結局。だから、現地の人が結局日本に対してネットも含めてお伺いを毎回立てるような形で、スピード感がない。そうすると、例えば中国も韓国もそうなんだけど、原稿任せになるわけ。じゃあ現地の人が意思決定できずに、ちょっとお伺いすると。タイの現地化を進めるんだったら、タイの現地のマネージャーにきちっと権限を委譲してやらせればいいんだけど、それはやらない。意思決定遅いですよ。そうなんですよね。ローカルスタッフが育たないっていう、単なる駐在員の人減らしっていうことで、もうとにかくコスト意識強すぎる。付加価値をつけて、今の時代は EV もそうなんだけど、新たなモーダルシフトもしているわけで、100年に一度ですよね。そこに対してやっていかなきゃいけないんだけど、あたかも今までの延長上で海外での安い労働力っていうことをタイすらだよ考えちゃうっていうところがあると。
要するに新しい技術を取り入れつつはあるんですけど、海外よりも遅いという。かつ産業変化が起こっていることに対して対応するよりも、それは茹でガエル状態でなんとなくこう暑くなってきたなと思っても、本当にもう暑くて死んじゃうまでは分からなかったっていう話なのかなと。それからもう一つやっぱね、はい、英語とかができない日本の駐在員が、中国も韓国も、英語ペラペラですから、基本的には。そうなので、やっぱりタイのエリートも含めて英語またはダイレクトに中国の仕事になるということで中国語をやっぱり勉強する。で、日本語を勉強しても食えねえというのがもうタイの現地の人たちのコンセンサス。しかも、日本人材だけじゃなくても日系の給料が相対的に安いということで人材の確保がですね、今極めて難しい。有能な人は来ないですよね。そうなんです。それから円安傾向がある中で、タイの原稿がですね、日本の親会社からの資金調達っていう意味ではキャッシュフローを当てにできないんじゃないかと。原稿が黒字じゃないと維持ができないと、いうような状況も出てきちゃった。開発サイクルは早くなってるんですが、円安になってるので、ぐいぐいの投資が日本から引けないんじゃないかとイメージを持たれちゃう。そうなんです。というふうに、構造的にですね、こういう大きな問題が起こっているということで、これは原稿で日本企業の多くのですね、何百社もの税務をやっているトップから聞いた話なので、相当かなり精度が高い情報ですよね。もうリアルな、と。それからね、人のところで言うと、いくつかまた別のですね、人材を紹介しているところの社長さんから話を聞いた。この人材っていうのは技術者さんを紹介するみたいな。紹介してるの。だから情報が集まってくるわけですね。その人が言ってたのはですね、ある日系のメーカーが小学校を訪問して、日本と韓国とどっちに行きたいかって子供たちに聞いたら、奨学金をもらえるらしいだけ忖度して日本って答えるのかなと思ったら、なんと全員韓国だと。マジっすか？そう。ごめんなさい、マジっすかっていうのを国会議員さんに言ってたんですよ。要するに日本は夢がないみたいな、そういうことをイメージになっちゃってる。やっぱり一見ものづくりと関係ないように見えるかもしれないけれども、文化とかコンテンツっていうのはすごい大きな影響を与えるんでね。例えばブラックピンクっていうですね、韓国の女性アイドルグループがサッカースタジアムやったらはですね、15万人ぐらい2日間で動員したっていうことですけども、日本で今数万人を動員できるアイドルっていうのはもう全くいませんと。12月の上旬にですね、去年モーターショーがあったんですけども、フロアで一番広いスペースが中国メーカーのところで、3番目がトヨタと。タイはですね、本当に日系のですね、独壇場だったんですが、展示会のブースの大きさといえば、その市場で誰が一番優勢なのかっていうイメージができるようなものですよね。そうなんですよ。で、これ送ってきてもらったんですけど、タイ国内のモーターエキスポの様子ということで、大きいところはもちろん数とすると日本勢強いんですけれども、かなり有力なところはですね、BYD とか、中国とか、ドイツということで、国旗としては多いんですけど、中華圏がものすごく入ってきてるということなんですね。で、それ以外はですね、5年後にはですね、多分ですね、スクンビットっていうのはメインストリートなんですけど、そこを走る車の半分が中国車になるんじゃないかというふうに関係者は言ってるぐらいプレッシャー強いと。5年後って言ったら一つのモデルチェンジよりちょっと、だから今もう設計が終わってラインオフを待つようなイメージですよね、車でいうと。で、あとは家電もですね、デパートでは日立、東芝、シャープ、ソニーがもう独壇場だったんだけど、今はですね、家電の端っこでしか販売されてなくてですね、やっぱここはね、韓国勢または安いものでは中国勢のものだということなんですよね。家電でもされてると。それからドラマも中国と韓国のものばかりで、中国ドラマでは意地悪な日本人が登場するまたここら辺もちょっとどうなのかなと思いますけどね。それから製造業はですね、やっぱりタイの現地が、これ先ほどの会計士の人と同じ意見なんですけど、力つけていて、工業団地にあったですね、日系企業の看板がこうオセロのようにですね、中国企業とタイ企業に変わっていると。変わってると。で、アマタノコン、よく日本企業400社って言われてたんだけども、数が全然ね、減ってないけど、増えてもいなくて、600社の中の400社が今700社の中の400社なので、もともとアマタノコンというのは日本の商社が開発しているから、日本の独壇場の工業団地だったんだけど、必ずしもそうは言ってられなくなりました。やばい話ばっかりしててもしょうがないのかもしれないんだけど、直接的な声、直近の声はこういうところ
です。200から300に増えてるってことは1.5倍に工場が拡張されてるってことですね。はい。でちょっとこの資料もですね見てほしいんですが、タイの貿易方法ということで、一番上バーッと上がってるのは、中国からの輸入というのがですね、タイ経済を支えていると言っても過言ではありません。赤いのが輸出で、ともに伸びているということなんですが、日本からの輸入というのはぐーっと減少傾向にあると。日本は何色ですかね。灰色。本当だ。下がっちゃってるんですね。右肩下がりですね。で日本は日本の基地が一応あるから、その日本向けっていうのの輸出っていうのは一定数あるんだけれども、とにかくタイで物を作るとかタイに何かが必要だっていうものに関して必ずしも日本から買わない、こういう構図が出来上がっちゃったのかなということですね。もう目に見えてますよね、これは。でタイ側の輸出額輸入額っていったところもですね、もう説明必要ないと思うんですけど、タイ中国っていうのは非常に伸びているし、米国向けっていうのももちろん最終消費地と世界の最終消費地とよく米国市場言われ北米市場言われますから、そういったあたりなんですよね。工作機械でいきますとですね、例えば半導体製造装置の部品なんかも ASEAN にものすごく流れてると。航空機ですね、もうこれインドとか、インドはちょっと違いますけど ASEAN に溢れてるということは言われてましたね。プラスものづくりでいうとですね、 FSW ってご存知だと思うんですけども、 FSW が今猛威を振るってると、猛威を振るって日本企業も投資すればいいんですけども投資ができてないと。でこれは何がまずいかというとですね、先生には社会に説法ではございますが、摩擦攪拌接合ですので主金属を合わせられると、そうするとねじ締めの工程がなくなりますので、搬送の工程が必要なくなると、しかも5軸のマシニングセンター、3軸の複合機ですよね、の中で一括しても製造業ワークモジュールとして完結してしまいますから、サイクルタイムの合わせ込み、スループットの最適化みたいなものも必要なくてですね、もう FSW ばっかりになってると。ただ日本の企業は全然投資してないと。なんでなんだろうね。なんでなんでしょうね。一つはですね、別の意味でのコロナということで、情報の断絶ですね。なかなかその現地に行く人も少なくなってしまって、日本に情報を戻してなかったというところで気づくのが遅れてしまったんではないかということが言われてましたね。次にですね、どういうもの、ちょっとこれはイメージ違うかもしれませんけれども、タイのですねから中国への輸出品って何かっていうと、ドリアンとか天然ゴムだとか資源が多いんですね。でタイの中国からの輸入品になると、工業製品がですねすごく多いということで、特に、伸びがすごいのは携帯電話ですよ。携帯でそう EMS も出てるということですよね。これがもう実際なんですね。だから中国って直接投資をしていないんだけれども、中国からの製品がタイに流れてきて買われている。そうなんですよ。実は僕もともと SMT 出身なので、ヤマハさんとも仕事してましたし、元パナじゃないですか。だからパナの担当とですね、ヤマハ発動機の担当に SMT 作ってますから、今どうなんですかっていうことを聞いたらですね、今 ASEAN が勢いがあると。でタイプラスベトナムですね、そこにものすごく出てると。中国のEMS ですね、ペガトロンなんかもですね、ASEAN に中国からどんどんシフトしてると、そういう情報が入ってきてますね。そうなんですよ。日本とタイとの関係はどうなのかっていうことなんですけれども、日本向けの輸出っていうのは、加工肉みたいに一番多かったり、していて、で一方で日本からの輸入品っていう意味では、自動車部品、これはもう結局日本の企業が現地にあるので、そこがいろいろ部品だっていろんなものを引っ張ってってると、いうのが現状なんですよね。だからタイの直接投資で日本の現行が元気がなくなってしまうと、タイにとってはもう輸出入の相手国にはならないという、国内消費をしているものではないということを注意しておかなければいけないということなんですよね。ただ、とはいうものの、まだまだ自動車はですね、圧倒的にトヨタ、いすず、ホンダ、三菱、マツダで、今もまだタイで走っているほとんどは日本車ですし、要はエンジン系が 96% で、まだ EV なんての 1%、ただ EV になると一番右側の 1% の中はもう全部中国勢と。日本のメーカー全然ないですね。ない、だってもう事実上出せるものないもん。ということなので、これがモダルシフトしてしまうとどういう世界になるのか、各国は5年をめどに考えているんですね。インフラの整備もありますし、ただその街中見るとですね、トヨタとかいすず、ホンダが走ってるわけですから、まだ全然大丈夫だろうっていう感覚にもなってるんですよね。中古車で動いてるってことは新車で売れてるかっていうのは別物の考え方だから、
新車としてちゃんとしてないと、新車じゃないと日本に付加価値落ちてないからね。そうですね。そうそう、中古車ぐるぐる回してる限りにおいてはさ、そこでぐるぐるしてるだけだから、新車が売れてるかどうかっていうのは、今はまだ販売台数としてのシェアは高いんだけれども、今後ということです。その今後裏の意味においては、先ほどのモーターショーの状況はこういう状況だし、タイのいわゆる直接投資というものが中国とかに抜かれ始めた。しかも直接投資、台湾、中国が首位を独占するわけだけど、全部 EV 製造なんですよ。で、日本はただこの申請ベースだそうで、許認可では1位を取ったんだけど、これはね、帝人がポリエステル工場の大きいのを作ったんで、上位に来ちゃっただけなんであって、今後、直接投資戦略として、タイの政策に合ったものを日本がやれてるかどうか。これ、数字から見ると、ちょっとやばいんじゃないかなと。だから、これで分かってもらうと思うんですけど、日本って、日本のために投資してるんですよ。変な話。確かに。タイのためというか。海外市場にで儲けるということではなくて、あくまでもアウトソース先みたいなイメージが、現地の市場っていうのが全然こう意識されないっていうのかな。ということで、結構ですね、大変な状況なんですけども。ということで、前編になりますが、タイの動向についてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか？かなりね、衝撃的な内容も多かったと思いますが、後半に続いてきますから、お見逃しなくという感じでございます。で、そのタイの動向の他にも、実はドイツの動向等もですね、議論しております。1ヶ月間の間におそらく配信を行っていくと思いますので、コメント等でですね、初めての取り組みというかですね、対談っていうのはあんまりしないんですが、ラピダスの時1回やりましたけど、今回は国会議員の先生とですね、議論させていただくという試みをさせていただきました。山田太郎先生とはですね、NICT ですとか、産総研にも一緒にお伺いしてもらってですね、日本の最先端を知ることができる機会をいただいておりまして、ものづくりに関しても非常に洞察を持っている国会議員も実はいますよっていうことをですね、皆さんに認知いただければなと思いました。そしてですね、今回スポンサードいただいたということで、福島イノベーションコースト構想推進機構様ですね。たとではですけど、福島県さんからスポンサードいただいてまして、311でですね、非常な損害が出まして、復興の一つということで、福島にある浜通りにですね、工場を誘致いただければですね、誘致というか、例えばいろんなですね、施策によってバックアップ支援がありますよということを認知上げるためにですね、スポンサードいただいていますと。工場を建てたいとかですね、安い立地探しているということであれば、ぜひ検討いただければいいかなと思いますと。ということで、次回でございますが、次回はですね、最新の CAD 動向になっていると。3大ベンダーがありますが、その3大ベンダーの1社からですね、実は依頼があって作成すると。これもものすごくですね、刺激的な内容になって、もう撮影は終わってますので、面白い内容になりましたので、こちらも見ていただければ、CAD が分かれば製造業の最先端が分かると言っても過言ではありませんので、こちらもお見逃しなくという感じでございます。ということで、またね、次の動画で会いましょう。今回はありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ちなみに、タイの続きはおそらく来週かなっていう感じですね。よろしくお願いします。もう一個、東南アジアっていうところもですね、こう見ていきたいと思いますので、ちょっとじゃあ東南アジアの方に。とはいうものの累積投資っていうことから見ると、やっぱり圧倒的に不動産が中国の場合の直接投資を支配していて、製造業っていう意味ではこれまでの蓄積していた、全体累積の 23% が日本ですから、非常に多いんだけど、この累積投資してきたアセットが使いこなせてないんじゃないかと、中国に対してはやっぱり 64% が懸念を示していると。日本はこの行き先を見てほしいんですけども、市場の開拓を多分誤ったと思っているのは、北米と西ヨーロッパしかなかった。つまり安いものが作れない。